こんちは。4G にしかいないモンスター、やっていきます。こちらはモンスターハンターシリーズにおいて、ガチで 4G にしか出れてない子たちを紹介します。こういう境遇のモンスターは他作品にもいるけど、今回は 4G に絞って紹介するよ。ワールド移行で入った人はマジで知らないのもいそう。そんな不憫勢の紹介になるね。ただ、この条件に当てはまっても、特殊な事情があるモンスは別枠で紹介します。一緒にしてもよかったんだがね、ちょっと違和感あったと思ってくれ。それと、4G より後で出ていても、いわゆるメインシリーズには出てないやつも多いよ。この子たちは、準不憫枠としてお見せします。数が多いので、ざっとにはなりますが。ではやっていこう、スタート。トップバッターはこいつだ、アルセルタス・アシュ。別名は不幸虫ですね。不幸虫と呼ばれたりしますが。この子を含めて 4G 初出のアシュに関しては G 級のキークエストとなっています。大体が G1 でちょっと戦って終了だけどね、機会があるだけマシか。一応探索では会えるけど、どうにも機会が少ない。4G 内での扱いは良くないね。というより嫁がひどすぎるって話ですけどね。扱いが散々なのは原種からでしたが。なんと、アシュの砲弾として使われます。もちろん放たれた個体は即死です。そんでもって、撃ったらすぐ次を補充するからね。パワー系すぎる生物兵器だ。一応、ゲネルは自身でブレスを撃てるんだが、これじゃ物足りなかったんだろうか。エピクエには、この攻撃を想定したものが存在します。開発自らいじってくる始末。アルセアシュが不憫なのは 4G にとどまりません。クロス以降の登場が一切ないのは当然として。なんと、ゲネルアシュだけストーリーズ2に登場してるよ。お供にはできないけどね。アルセルタスの原種はちゃんと出てくるんだが、完全にアシュはいないもの扱いされてるんだよな。ゲネルアシュの説明には鉄鋼虫とあるんですよね。文章ですら触れてもらえません。この通りで 4G 内外で非常に扱いが悪いです。おそらく最も不憫度合いが高い子でしょう。2番目、鉄カブラアシュ。アラオニガエルと呼ばれてるよ。原種よりパワーとスピードが上がったほか、扱う岩が爆発性のものになってますね。ただし、岩の方に個性がついたせいか、この子の武器は陽覚性の爆破となってしまっています。爆破はめっちゃ競争率高いから、覚醒不要だったところでって感じだけどね。こいつもシンプルに狩る機会が少ないね。探索やってればそれなりに合うけどさ。ギルクエ派生先はティア、バサー、ザザミアなど、それなりのラインナップですね。この子はどうにも原種のが注目されがちです。まず防具も、原種は足にバイカを持ちます。カブラグリーブは村から G 級まで便利だからな。原種に会うために足倒してるまであるよね。ついでに G 級探索なら原種はラージャンに絡む。ここでも押されてるような。アシュは動きが速くて面倒ですしね。正直あんまり戦いたいと思いません。ただでさえ数が少ない両生種なので、今後に期待ですかね。ライズ、ワイルズと両生種少し追加されてるからね。可能性はあると思うぞ。3番目、トラザメことザボアザギルアシュ。両生種が続くな。この子は砂漠に進出して麻痺属性となりました。原種とはかなり印象が異なります。こいつは膨張したり収縮したり忙しい。ザボアザギルらしい戦いが楽しめるね。ただし、戦う機会はやはり少ない。こいつは探索にすら出られないんだよな。探索にはいるって一つの予防線なんですが、原種も含めて不憫度合いは高めですね。ただその代わり、登場した際のことは強烈に印象に残る方が多いんじゃないでしょうか。こいつ地味だけど、戦闘力めちゃくちゃ高いんだよな。G1 時点ではパワーが頭一つ抜けてる。特にソロだと、こいつで積むことも十分考えられる。4G って G1 かなりきついからね。武器は本体の強さに見合った性能をしています。4G は G 序盤にやたら麻痺が充実しますが、ザボア足のものは高倍率と有料な切れ味を両立、長く活躍してくれるでしょう。ゲーム内での存在感は十分高いと言えるね。探索にいないのにこれはすごいことだ。むしろ原種のが厳しいかもですね。あっちは自作やストーリーズに出れていますが。4番目、スイダリュウガララージャラハシュ。言わずと知れた激ヤバモンスの登場だ。今更ですがこれが G1 キークエってマジですか。魔境すぎますよね。この子は探索にバッチリ登場します。意外にガララシュは行動範囲が広いです。こいつはゲーム内の扱いは普通というかいい方だが、プレイヤーからの評判が最悪だね。肉質が終わってる上に画面外からの反射ブレス。とにかく理不尽要素が多いですね。そのくせ作れる武器防具は微妙の一言。水武器としてはまともなものもありますが。水は意外にも競合が多いからね。せめて氷だったらワンチャン輝けたかも。ただ、さっきも言ったけどゲーム内の扱いはいい方。なんと極限個体が登場するぞ。なぜガララーシュが選ばれたのかは謎ですが、
氷解系代表になった説がありますね。元の性能と相まってインパクトだけは抜群。今後復活したらどう調整されるのか。そうそう、こいつはモンハンスピリッツにも登場してるよ。不勉枠では唯一の例外だ。スピリッツってのは17年頃まで稼働してたアーケードです。我々実際に遊んだことはありません。サービス開始は2015年6月、つまりクロス発売前だ。4G 要素が少し入ってるんだよな。ここですら救われなかった足も多いが、ガララは原種亜種どっちも登場してるね。残念ながら、スピリッツのガララは不遇だったようです。ミス枠としてはゲネルの介護官らしく。同じ4組なのにね、さすがにこれは不憫とさせていただいたよ。さて、ここからは大物だ。まずはダラーマデュラー種。MH4 ラスボスの亜種ですね。厳密には原種の脱皮直後の姿です。ラスボスの特殊個体は近年珍しくなくなりましたね。当時は結構衝撃的でしたが。こいつも 4G 以外には一切出てないけど、その分 4G での存在感はかなり強いね。肉質のランダム変化とか戦闘面の評価は微妙だが、武器がとにかく強いからな。完成には DLC 必須ではありますが、ペタンをはじめ優秀な汎用武器が揃いますね。ただし当然ながら探索記録へに出られないため、素材が揃ったらさようならになりやすいです。汎用的な収集要素も薄いからね。こればかりは当時の仕様的に仕方ないな。今後についてだけど、割と希望はある。原種が脱皮すりゃいいから出しやすいと思うんだよな。原種も未知そうですが、世界観には根付いてますからね。ダラ種の扱いとしては悪くないと思います。ネックとなるのはやはりその巨体でしょうね。専用フィールド以外考えづらいです。作るのはめっちゃ大変そうだよね。最新グラフィックで見てみたいけど。あと、出るなら強制はなんとかしてほしい。終盤とかマジで運ゲーだからな。終盤までが長いですからね。あそこで3落ちするとげんなりします。6番目、これもラスボスつながり。巨激流ゴムマジオスだ。4G のラスボスそのものが来ましたね。背中に激流層を絡める独自ギミックを持ちます。G 級のラスボスは特に再登場に恵まれませんね。誰が最初にその殻を破るのか。こいつも4G でのインパクトは強いね。まず単純に越すのが難しい。ラスボスとしては最強とも言われるね。特に攻略段階ではかなりの難敵だ。モンハンのラスボスってイベント感もちょいありますからね。割と無理ない難度に落ち着きがちというか。その点、この子はシンプルに行動が強くなっています。肉質の仕様も複雑ですしね。その分武器が割と優秀なのはいいね。当時はあんまり評価されてなかったが。装備拡充とともに匠不要の購買率が評価され、シンプルに汎用武器として広まりましたね。さて、そんなマジオスくんの今後ですが、ワイルズで出るのでは、との噂がありますね。弱気谷に関連要素が多いと言われてるね。確かに親和性は高そうだ。ただ、あの巨体に弱気谷は鉄馬に思える。普通に登場するのは考えづらいが。今のところ公式発表はないので、続報を待つほかありませんね。そうだね、このチャンネルはリーク記事まとめじゃないし、直接的には触れない方針だ。ただマジオスが来たら激アツだよね。4G 好きとしてはさ。現状、睡眠属性はスキュラしかいませんしね。装備的にも需要ありそう。ここからは特殊枠の紹介だ。4G にしかいないけど、扱いが特殊な例ね。まずは錆びた方のクシャルダオラです。ダラーシと違ってこちらは脱皮の直前。この子はアイコンがあるもののモンスターリストにない、非常に特殊な扱いをされています。専用の武器防具があるから別モンスではあるんだが、あくまでクシャルダオラとして扱われてるね。待遇としては村上位のラスボスを任されており、かなり優遇されていると言えますね。ストーリーがある分、ダラやマジオスより扱いいいかも。師匠と筆頭リーダー因縁の相手です。さっきも言ったが、ノリとしてはダラーシュに近い。別の生き物ではないからな。ただ、こっちは専用名もないしリストにもなくて、別モンスとして扱うか微妙だから分けたよ。今後の登場は怪しいっちゃ怪しいですが、クシャルそのものはバンバン登場してますからね。なんなら、歴戦とかのノリで錆びててもおかしくないです。可能性は割と高めでしょう。テオと並んでこの骨格の代表みたいな存在だしね。ベースは同じでいいから登場させやすそうではある。竜属性特化で遊べるやつ貴重だから、また超絶担いで戦わせてほしいな。さあ、またダラくんが登場だ。原種は特殊枠としたよ。こちらは MH4 から2作品登場してます。それが特殊枠とした理由ではないですが。この子、狩猟対象としては 4K のみの登場ですが、亡骸だけ後の作品に出てるんですよね。ワールドの正気の谷形成の話だね。ファンの間でダラに似た遺骨の考察がされていたが、後に設定資料集でダラくんの古代種の亡骸が関係していると明言されたよ。古竜のさらに古代種ってことで、
一体どれほど昔のことか想像もつきませんね。亡骸だけでもバカでかいのでインパクト大です。戦いないのに存在感を感じられるのはすごい。そしてさらに、ワイルズでもダラっぽいのが確認された。こっちでも骨だけだが。龍谷の跡地にあるものですね。剣輪のようなものも確認できます。こっちも 4K の個体よりでかいようなので、古代種だったりするんでしょうかね。どうだろうね。タラには違いないと思うが、なんとも言えんな。ここまで来ると、そろそろ生きてる個体に会いたいね。亡骸だけでも考察できて楽しいけどさ。1作品に留めとくのもったいないですよね。今後に期待したいところです。お次、光竜ミラボレアス特殊個体。防具の名前から通称ミララーズだ。こちらはサビクシャよりさらに特殊性の高い存在です。もともと黒竜には亜種とされるものがいましたが、怒りで赤くなった通常種のさらに特殊な個体。見た目もフィールドも真っ赤っかですね。バルカンともさらに差別化された個体だね。あっちも伝説の中の伝説と言われてたが、近畿級の中ではおそらくソリューと並び立つモンスターだ。あまりにも異質だよね。ただですね、どうにも公式側の扱いが謎ではあります。ダブルクロスではバルカンからこの子の素材が剥ぎ取れたり、4G の G 級交流、ラースなので、ちょっと様子が変わっただけな感じなんでしょうか。この辺の事情から再登場は結構絶望的なんだが、要素だけは感じれる可能性はあると思うんだよな。まずバルカンが再登場するかってところですが、でさえすれば途中で形態変化したりしそうですよね。ちなみにこの子、総選挙では投票すらできませんでした。この点では割と不憫ポイント高いかも。サビクシャと格用バルクですら区別されてたのにな。結構かわいそうだよねこれ。ですね、4G では割と目立つ存在ではありますが、今後の動向が気になります。ほい、じゃあ最後のセクションね。かろうじて逃れた準不憫枠の方々。狩猟を目的としたメインの登場は 4G までですが、その後の作品で登場したモンスターですね。っていうか、全員ストーリーズに登場してます。今も動いてる姿が確認できますよ。ぶっちゃけ、4G の扱いは不憫枠以下のやつ多いけどね。クック足とか探索以外でマジで見ないけど。その点ではストーリーズに救われてると言えるだろう。よかったな、いろんなやつが出られて。ストーリーズではいろんなモンスを出したいっていう開発側の意向があるみたいですしね。すでに3が発表されてますし、不憫枠を含めて再登場に期待できますね。それと、何体かはワイルズに原種が出ているね。亜種自体、まだ確認されてない作品だが。MR での亜種追加は十分考えられるだろう。制作チーム的に亜種登場に積極的だからな。スキュラー種あたりこの辺で出とかないと、マジで次いつになるかわかりませんね。地味にキリン亜種もね、まず原種から登場させないといけないが。まあ、なんだかんだ原種が人気モンスっての多いし、あんまり心配してないけどな。というわけで、4G にしかいないモンスの紹介でした。改めて不憫になりやすい傾向をまとめてみよう。これは 4G に限らず、モンハンシリーズ全体に言えることです。ズバリ、亜種、特殊個体、そしてラスボス。これらは原種や作品の独自要素、マップに依存しており、どうしても再出演しづらい傾向にあります。4G 以外でも怪しいのたくさんいるからね。この辺とかよくネタにされるイメージあるわ。ドドブラはワイルズに原種がいるから、この中では一番希望が持てるかもな。一番怪しそうなのがギザミア種ですよ。この子って属性すら原種と被ってますからね。マッカラーはかっこいいから、まだ救いはあるかもね。そもそも出づらい特徴を抜きにしても、シリーズを重ねるごとに出演競争は激化しているよ。まあ、単純に新規モンスがどんどん積み上がりますから、それに対して席数は変わりませんしね。さらにエスピナスの例もあります。フロンティアまで含めると、いよいよ収集つかなさそうです。まあ、F 折りで本家に出れるのはごくわずかだと思うが、ベルキュラスとか見てみたいよな。ベルキックで4つさせてほしいですね。原種亜種の属性がオフガと被ってて怪しいですけど。とりあえずは現行シリーズであるワイルズと、その MR に期待って感じかね。もともと4要素が多い作品ですからね。4G 幽閉生にはまたとないチャンスでしょう。モンスの調整も大変でしょうが、なるべくたくさん登場してほしいところです。そうね、唐突にマイナーどころ復活させて、新規勢に誰こいつって思わせてほしいわ。ほいじゃ、次の動画で。またね。